皆さんこんにちは。漫画家兼 YouTuber のボイチです。ディレクターさんこんにちは。こんにちは。私たちが復帰する間にその間にあったさまざまな驚くべきニュースがありました。私が見るには漫画世界の未来に対するすごい証拠だと思われるそんなニュースをお伝えしました。その中で最も驚くべきニュースは日本政府が漫画、アニメ、ゲームセンターを作るという驚くべきニュースです。韓国はまずこのようなセンターの運営をすでにやっていました。いよいよ日本がするというのに他の国々はどうするのか。これを見ている世界各国の皆さんの国でもできたらすごくいいと思いませんか？なので私はそういうことが始まるかもしれない本当に良い兆候だと思います。前の時間に申し上げたように国のコミックス産業政策はできないことをさせることができません。どんな支援政策もできないことをさせることはできません。考えてみてください。皆さんのご両親は最善を尽くして支援をしてくれましたが、皆さんは勉強をしませんでした。東京大学行けませんでした。ハーバード大学に行けませんでした。そうですよね。なぜでしょうか。ご両親は努力しましたが、なぜでしょうか。どんな支援もできないことをさせることができない。なれる可能性がある時だけうまくいくようにできることです。ぜひ肝に銘じていただきたいです。それでこのような驚くべきニュースをお伝えすることになりました。日本国内の漫画、アニメ、ゲームセンター記事をもう一度見ました。ちょっと待って、これはセンターを建てるという意味じゃないかもしれないけど。ボイチ、今さら何言ってるの？センターを建てるということかどうかこんがらがります。このような記事は非常に混乱します。韓国の場合、政府が Webtoon をどのように支援すると発表するとき、明確です。曖昧で混乱させません。発表の時、いくら使っていつまでも何を目標にかいつまんで明確に発表します。こういうのがとても重要な学ぶ点ではないでしょうか。そう発表すべきだと思います。少し混乱するんですけど、とにかく私はセンターを作らないといけないと思います。近いうちに私が日本の漫画センターを作るためにしたい提案を別の映像を作りたいと思います。でもとても良い知らせなのでそのまま見過ごすのは難しいですね。それでとても嬉しいので一つだけ話してから次に行きます。一つだけ簡単に申し上げます。なぜ私は埼玉行田市にセンターを建てなければならないというのですか。なぜ埼玉行田市におすすめするのとなります。私が話したように私が埼玉の行田市に住んでみたので行田市がいいところなことを知っています。もちろん行田市のような他のところでも十分だと思います。行田市は一種の象徴のようなものです。グローバル漫画市場が400億ドルを超える可能性がある。こういう400億ドルという数字みたいなもの、日本の文化コンテンツ輸出市場を今後9年以内に20兆円にする、こういう数字のような象徴的なものです。この前の映像でもお話しましたが、私は行田市に何もなくて引っ越しをして行田市に住んでいません。漫画センターが作られるいいだろうと思っておすすめしているんです。私は国が運営する漫画センターは少なくともドジャース球場であるべきだと主張し続けています。日本はドジャース球場だけにするべきだとお話しましたが、ブラジルならもっと大きくなければならないと思います。ブラジルは人口も多いじゃないですか。ブラジルならドジャース球場ほどではなく都市ごとにやらないといけないと思います。しかし
まずドジャース球場。ドジャース球場はどのくらい広いでしょうか。皆さん、ドジャース球場は142万平方メートルです。いわば142ヘクタールです。これがどれくらいの広さかというと 1.2km×1.2km の大きさです。私はこのくらいのサイズじゃないといけないと思います。東京23区でこのくらいの大きさの土地を速やかに適切な量の税金で手に入れることができますか。それではドジャース球場ほどの土地を手に入れたら終わりか。違います。まさにこれが今日の話です。私が実は漫画センター、アニメーションセンター、ゲームセンター、映像事業センター、コンテンツセンター、グローバルコンテンツセンター、総合撮影所、少なくともこれ7つが国の文化事業のために必要だと思います。そしてここが一つの地域に集まっているのがいいと思います。これら7つが一つの地域に集中している場合、お互いに与える相乗効果がすごいだろうというのが私の考えです。そしたら7つも国家支援システムが入らないといけないのに、それぞれのセンターが4ヘクタールと考えてみてください。4ヘクタールなら4万平方メートル、200メートル ×200 メートルです。ドジャース球場よりとてつもなく小さいでしょう。4万平方メートルずつ占めると合計28万平方メートルが必要です。28ヘクタールですよね。これで終わりではありません。どうせこうやって全部集めて作ることになったらテーマパークがあるといいですね。それが国が運営する漫画、アニメのテーマパーク、そして教育機関も集まっているといいのではないですか。コンテンツクリエイターやビジネスマンを育てることができる、そういう各種の大学や学校のような教育機関があればいいでしょう。国が運営する公演場、劇場、こういうのがあるといいですよね。ここまで集まってるんですが公演会場がないのでできそうです。漫画家志望生たちを支援するのに博物館とか図書館とか展示場、そして最も重要なアーカイブ、その国の文化的資産が消えないように保存する場所、こういうのも必要じゃないですか。ここにそれぞれ4万平方メートルを使うと考えてみてください。小さすぎますよね。大きくない観覧車1つ入るかな。小さすぎるけどまずはただ考えるだけにしましょう。いずれにせよ48万平方メートルが必要です。しかしこれで終わりでしょうか。こんなにたくさんのものが集まっていたら、ここに入っている入居者と入居企業に人々、クリエイターたち、センターのセンター長、施設の職員たち、そして総合撮影所もお話しましたよね。総合撮影所の日本と世界各地の撮影チーム、ブラッド・ピットのような俳優たちが撮影に来るのではないでしょうか。そしたらこの方々が過ごせる場所が必要です。ホテルのような泊まるところも必要ですよね。食事もしないといけませんよね。こういうものが全て集まっている空間、どれだけ素晴らしい観光地なのか一度想像してみてください。観光客が来たら宿泊先も必要だし、食事もするでしょう。ご飯だけ食べて寝ればいいんですか。ショッピングもしますよね。そうするとこのような数多くの付帯施設が周辺に布陣しなければなりません。この広いものが全て入る土地が必要なのです。この土地をできるだけ早く手に入れなければなりません。できるだけ安く手に入れるべきです。ところでここで重要なことがあります。行田市のようなどこでもいいですが、できるだけ関東平野がいいと思います。なぜ関東平野をおすすめするかというと、実は総合撮影所のせいです。総合撮影所でなければ関東平野の必要はないと思います。東京から簡単に行けるところ、しかし安いところ、そしたら関東平野。私はそういうことを考えている町、埼玉行田市を見て、ここだ、あそこの私の目には見える。
あそこに日本総合撮影所があるとちょうどいいね。あそこには漫画センターが見える。それで行田市の話を続けるのです。ずっと強調していますが、行田市は象徴です。私たちがコラムを上げながらアダルト漫画プラットフォームについて話しました。そのコラムを見たスティーブが、約20年前に北米のアダルト漫画雑誌があった。そしてよく売れたということです。創刊号が20万部売れたそうです。そんなすごいことがあったんだ。その話詳しくしてくれ。それでスティーブが教えてくれました。この雑誌はエイジという雑誌です。2002年度に創刊されたそうです。なんと2010年まで創刊号は20万部を超えました。108号まで紙の雑誌で出て、100等号までデジタルウェブ人で出たそうです。皆さん、私がお話しています。北米は巨大な漫画市場になる可能性があります。こういう証拠があります。私が知らない証拠がたくさんあるじゃないですか。スティーブ、知られてくれてありがとう。スティーブ最高。ディレクターさんも最高です。北米漫画の未来についてとても驚くべき証拠が存在したというニュースです。でも私が残念なのはこれです。初版20万部が売れた時、2002年にその時エイジを作った方々は2つをやらないといけなかったんです。1つ目、デジタルビジネスに対するビジョンを発表する。2つ目、投資を成功に誘致する。アダルト漫画だけがするというビジョンならダメでしょう。なぜなら北米エイジという雑誌は北米の漫画市場全体に対する証拠ですから。その時この出版社の方々が約10億ドルの投資を引き出し、デジタルコミックプラットフォーム作家を育てる各種の仕事をしてやったとしたら、アダルト漫画だけでなくさまざまな漫画市場を発展させるための成功的なビジネスを展開したら、この漫画の世界はどれくらい変わったのだろうか。北米の漫画家志望生たちはどれほど幸せだっただろうか。何より漫画の読者はどれほど幸せだったのだろうか。そんな気がします。これからされる方々はデジタルとグローバルに対するビジョンを発表し、投資を受けてください。そして漫画界を作り上げる、漫画ビジネスの土壌を作るインフラストラクチャを作る。ぜひこのように進めていただきたいです。こんな驚くべきニュースもありました。その次に私がまた別の驚くべき知らせを聞きました。日本のチャンネルを休みながらどこかで聞きました。信じられるところから持ってきた話です。日本へ作品による収益で 80% を上げるデジタルサービスがあるそうです。どこなのかは分かりませんが、あるようです。アダルト漫画は他の漫画のようなところで運営しても別の法人にした方が良い。投資を減らして代わりに高い持ち分率を与えた方が良い。私がこうやってお話したんですが、2第8の仕事があるということです。1箇所だけでしょうかな。いろんなところでそういうこともあるでしょう。正直私はジーンとするくらい感動的なニュースです。会いに行くところでした。でも名前も知らないし、どこなのかも知りません。作家に 80% を与えるサービスが存在するということは、これが商業的に成立したということです。グローバル全体で見ると、クリエイターに 80% で上げるところもたくさんあるし、しかもそれ以上くれるところもあります。作家に 80% を上げたら失敗するでしょうか。むしろ大成功です。どうして大成功するんですか。作家が全部自分でやるからです。産業的に成立できるという、その驚くべき証拠です。私が作家に 80% を上げることについて提案したいことは、これを公開的にやらないといけません。株式を公開した準備をしていただいて、投資を受ける準備をして、そしてパンと出しておかないといけません。IT ビジネスは必ずプロパガンダ戦争であり、ヘゲモニー戦争です。
プロパガンダを成功させてヘゲモニーを掌握しなければなりません。そしてホラを吹かないといけません。投資を十分に受ければ現実になるホラ吹きでしょ。最近私たちが知っている IT の立派なホラ吹きは火星に行くというホラ吹きでしょう。私は本当に良いホラ吹きだと思います。火星に行くという方がお金をもっと稼いでほしいです。投資をもっと受けてほしいです。火星に行くのを見たいです。投資が十分であることを前提に実現可能なホラ吹き、これが IT ビジネスのやり方なのです。作家に 80% を与えるこの会社は投資を受ける準備をして株式を上場する準備をしながら作家に 80% を与えている。このような成功的なビジネスが可能だということをバッと爆発させなければなりません。これは漫画の世界に大きなプラスの影響を与えるでしょう。もちろんその会社に多くのものを持ってきてくれるけど、もっと巨大なものを世界に与えることになるでしょう。まずは日本の漫画界全体に影響を与えるでしょう。肯定的な大きな変化があると思います。それから世界に大きな変化を与えるでしょう。そうしてほしいですね。ヘゲモニー戦争で 80% の地位が勝利したと想像してみましょう。それでは作家に 80% を上げられないところは悪いところかな。違います。私が前にも申し上げたように IT はクリエイターにできるだけ高い収益率を与えた方が良い。それが世の中を変化させるとお話しました。しかしそれがその高い収益率や 80% を必ずしも意味するわけではありません。30% も意味があり 50% も意味があるかもしれません。その違いは何でしょうか。 80% も立派なのになぜ 30% も立派でなければならないのでしょうか。重要なのは作家のためにどれくらいの規模を投資するのかです。その投資の一つがパーセンテージなんですよね。どれの中に原稿料があります。編集もあります。それから取材、そして食事代などもあるでしょう。漫画家志望生たちが過ごすアパートメントのようなものを作ってくれるものもあるじゃないですか。これら全ての投資を合わせていくらをするかが重要なのです。パーセンテージはその中の一つです。作家に 80% で与えるというのはどういう意味か。作家と作品のために特別な宣伝はしない。原稿料を払わない。食事代もなるべく負担しない。編集部という支援をしないという意味です。作品をもらってサービスをしてくれるんですけど、売れたら売れて、売れなかったら仕方ないんですよね。原稿料を提供し、優れた編集者を育てて編集を提供するなら 80% は絶対に上げられません。当然ダメですよ。80% は何も支援なしに。制作費、編集すべて作家負担です。そして漫画界の全体が 80% になって編集、食事代、原稿料もない世の中になったら、ではこの漫画の世界は立派になるでしょうか。違います。この漫画の世界は崩壊するでしょう。大きな問題が発生することになります。なぜなら漫画家は一人では生きていけないからです。他の全ての人たちと同じように、全人類が同じように、漫画家も一人では生きていけません。一時的に可能、制限的に可能、または少数可能です。私は原稿料もいらないし、パーセンテージだけたくさんもらいたい。もちろん可能です。しかし漫画界全体ではダメです。漫画界全体には立派な編集者がいなければなりません。立派な編集者をつけてやるから8割は難しいという会社があれば私は賛成です。原稿料を払うからもっと下げなければならないというならそれも賛成です。でも何もしてあげられないけど 80% も上げる、それも賛成です。賛成、賛成です。どちらも賛成です。なぜかみんな納得できるから、みんなが素晴らしいビジネスだからです。それでは次の時間に登録者のコメントを読むんですが、コメントが3ヶ月も積もって全部読まれるか心配ですね。
最大限いい内容にしてみます。さあ皆さんバイバイ。